1869年、明治新政府が北海道開拓のために設置した開拓使。十数年間にわたりさまざまな事業が北の大地で展開。その中にはビール醸造も含まれていた。それが開拓使ビール醸造所。ここから札幌ビールの歴史が始まる。だからこそ開拓、その言葉は札幌ビールにおいて特別な意味を持つのだ。1871年、トーマス・アンチセルが北海道で野生のホップを発見したのをきっかけに、開拓使ではビール醸造の機運が高まっていく。開拓長官黒田清隆はドイツでビール醸造を学んで帰国した中川清兵衛を雇い入れ、1876年札幌に開拓使ビール醸造所を開業。当初醸造所はまず東京に建設して試験醸造を行う予定だったが、建設責任者村橋久成はビール作りには低温での発酵・熟成が不可欠だと判断。幹部の決定を覆し、最初から札幌での建設に踏み切ることに成功した。1877年には冷製札幌ビールが誕生。ラベルに描かれた開拓使のマーク、北極星は札幌ビール伝統のシンボルとして今日に受け継がれている。開拓使が廃止されると、ビール醸造所は大倉喜八郎、渋沢栄一らの実業家により民営化。1887年に札幌ビール会社が設立された。同じ頃、東京では日本ビール醸造会社が設立。現在の恵比寿ガーデンプレイスの場所に醸造場を構え、1890年恵比寿ビールを発売する。これが札幌ビールのもう一つの源流である。4代目社長となる馬越恭平の卓越したアイディアで、恵比寿ビールは1896年には国内第1位銘柄に。1899年には銀座に日本初のビアホールを開業。しかし1903年、北海道の札幌ビールが恵比寿ビールの基盤である東京へ進出し、今度は札幌ビールがシェア日本一に。販売競争が激化する中、1906年日本ビール、札幌ビール、そして大阪ビールの3社が合同し、日本最大のビール会社大日本ビール株式会社が誕生した。社長には馬越恭平が就任。国内シェアは7割を超え、海外進出も盛んに行った。1934年、東京銀座7丁目に直営店銀座ビアホールをオープン。現存する日本最古のビアホール銀座ライオンとして、今もビールの楽しみを世の中に伝え続けている。太平洋戦争が近づくとビールは配給制となり、1943年にはブランド別の商標は停止。札幌ビール、恵比寿ビールも一旦姿を消すことに。そして戦後、1949年に大日本ビールは日本ビール株式会社とアサヒビール株式会社に分割。日本ビールは恵比寿、札幌の商標を継承したが、社名と同じ新ブランド日本ビールを発売した。ビール市場全体が急成長する中で、日本ビールは苦戦。顧客の声に後押しされ、1957年
札幌ビールが北海道を皮切りに復活。1964年には社名も札幌ビール株式会社に変更した。そして1971年には恵比寿ビールも復活。戦後初の麦芽 100% を実現し、プレミアムビールの先駆けとなった。ビールの原点である生の味を家庭にも届けたい。熱処理ビールが主流の時代、日本初のビアホール創業から続く生へのこだわりが1977年札幌瓶生、後の黒ラベルを誕生させた。生ビールが一大ジャンルへと成長する中、札幌は生のトップブランドに輝いていった。1980年代後半に起きたドライ戦争以降、ビール市場は激変。この頃から消費者の購入形態や容器、流通などが大きく変わった。札幌ビールは総力を挙げた新商品を投入するものの、主力商品として定着するまでには至らず、時代はバブル崩壊へ。そんな中、1994年から大躍進を遂げたのは恵比寿ビール。恵比寿ビールありますのプロモーションは今日に続く恵比寿ブランド拡大のきっかけとなった。90年代後半になると安価な発泡酒が脚光を浴び、市場が急拡大。販売競争が激化する中、札幌ビールは原料品質へのこだわりを訴求し、しのぎを削ったが主導権を握ることはできなかった。どうすれば札幌ビールは再び勢いを取り戻すことができるのか。その鍵はやはり新天地を切り開く開拓者精神にあった。2003年の会社再編で札幌ホールディングス株式会社が誕生。消費者の価値観の変化に応えるべく、酒類事業を担う札幌ビールの新しい取り組みが始まった。ビールだけではなく、カテゴリーを超えた新たな価値を提供する商品作りに挑戦。前例にとらわれるな、顧客の求める商品を作れ。その一例がドラフトワン。麦芽を一切使用しないという型破りの選択は、発泡酒より低い酒税による低価格と若者の嗜好を捉えたすっきりとした味わいで大ヒット。第3のビールとも呼ばれる新ジャンル市場を開拓した。同時に札幌ビールは従来のビールにも改良を加え続けた。えりすぐりの原料だけで美味しいビールを作る。この創業時からの信念のもと、畑から徹底的にこだわり、共同契約栽培システムを推進。さらにうまさ長持ち麦芽や気候変動に適応した品種の開発を行うなど、良質な原料への追求を続けている。札幌ビールの存在意義は何か。札幌、恵比寿。創業から続く2つのブランドは、時代の変化の中で試行錯誤しながらも末永く社会に必要とされるよう、今も独自の価値を磨き続け、ビール市場を牽引している。五感を揺さぶる圧倒的なビール体験を。北海道札幌に札幌ビール博物館、東京銀座に札幌生ビール黒ラベルザ・バー、そして東京恵比寿に恵比寿ブルワリー東京。札幌ビールゆかりの地をはじめ、新しいビール体験の場を展開し続けている。これまでもこれからも札幌ビールは
ワクワクする顧客体験、新しいお酒の価値を作る。そして新たなサービスの先に豊かなライフスタイルを提供していく。カナダ、ベトナム、そしてアメリカ、そのフィールドは海を越え世界へと広がっている。誰もやっていないことに挑戦し、道なき道を越えていく。原動力はいつだって創業時から変わらない開拓の精神だ。その襷は時代を超えてつながれていく。あの北極星を道しるべに、札幌ビールは新しい価値を切り開き続ける。